こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は前回この動画で紹介した型紙を使って1枚立ちの簡単半袖トップスを作っていきたいと思います。厳密に言うと1枚の型紙とあとバイアステープを作っていただきますが、型紙としては1枚で出来上がりです。前回もお伝えしましたが、細かいことは気にしない、とにかくやってみたい、お気に入りの生地で服を作る楽しさを感じてみたいなと思う方にぜひ挑戦していただきたい内容です。では本題に入る前にちょっとだけ自己紹介をさせていただきます。30歳の頃に2年間洋裁学校へ通って、その後プロのオーダー服の先生の下で服作りのノウハウを教わってきました。おかげでパターン作りからソーイングまで一貫してできるようになりました。今では家族3人分の服を作りながら楽しく過ごしています。肩肘張らずに楽しく服作りを楽しみたいなという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは早速スタート。今回使う生地はこの動画で紹介した綿麻生地の白の方を使っていきたいと思います。で、最初にこの地の目を通した方を揃えて生地を半分に合わせます。耳と耳を合わせるようにして生地を半分に折って端っこを揃えて動かないように重りを置いておいていただくといいかなと思います。で、この生地の輪つながっている方にこの首元が来るようにこの新聞紙の端を揃えて、でこの新聞の型紙を置いてください。で、縫い代は首元は縫い代はいりません。裾と袖口、反対側の裾は縫い代3センチ、このカーブの部分は縫い代1センチで裁断しておきます。で、ここの余った空間を使ってバイアステープを作ろうと思うので、そのようにあまりここを切り刻まないように四角くちゃんと取っておいてあげてください。生地はだいたい 1.3 メートルあればいいかなと思います。もし着丈を長くしたければ 1.3 メートルよりも長く生地があった方がいいかなと思いますが、それはお好みで長さを決めてみてください。今回は割と短めの丈のトップスにしようと思ってます。こんな感じで新聞のつなぎ目が肩の位置になるんですけど、この新聞のつなぎ目のところでしっかり折ってあげる。で、前の中心を揃えてあげてちょっと置いてみてください。で、この袖下のカーブのあたりとかも軽くきっちり揃わなくてもいいので軽く揃えてあげるようにしてこんな形で置きます。そしたらおそらくこの裾の部分がこの下の方が長くて上の方がちょっと短くなってると思います。これで正解なので、このままこの下の方どっちでもいいんですけど脇のところに空きを作りたいので、下の長い方の生地に合わせてだいたい13センチ12、3センチくらいのところに印をつけます。で、おそらく4枚生地が重なっていると思うので4枚一気に切り込みをちょこっと入れてあげてください。これで準備は OK です。では作っていきたいと思います。バイアステープも作っておきます。で、バイアステープの作り方、あとはつなげ方は別で動画で用意してますので、わからない方はぜひそちらも参考にしてバイアステープを作っていってください。バイアステープは首周りぐるっと1周分の長さあれば十分です。ここに耳があって、こっちが地の目を整えた方があります。こうやってパタンと三角に折って
ここからここまでの長さとここからここまでの長さが同じ長さになるようにして合わせて折って作りたいバイアステープの幅で線を描いてここをカットしていきます。こんな感じですかね。で、今回私は幅は3センチで作りました。ではパターンを外して一度こんな感じで真ん中で折れていたところを開きます。で、一番最初に袖口と裾の部分になる場所、縫い代3センチつけたところをアイロンで折っていきます。服が立体的になる前にアイロンをかけておいた方がアイロンがかけやすいので、先に縫い代を折りますね。縫い代3センチつけたので一度3センチで折って開いて1センチで折ります。それを前と後ろの裾、あとは左右の袖口にしておいてください。こんな感じで裾と袖口の部分が三つ折りに折れたら、次はこの袖口から裾の部分にかけてのカーブ4箇所にロックミシンをかけておきます。で、ロックミシンをかける時にはさっき縫い代を折ったここの部分は開いてロックミシンをかけてください。家庭用ミシンの場合はジグザグミシンで OK です。ロックミシンが4箇所のこのカーブの部分にかけられたら、次はこの首周りにバイアステープをつけて首周りの処理をしていきます。作ったバイアステープは半分にだけ折ってアイロンをかけておきます。縫い始めはこんな感じでちょっと折ってで縫い始めます。肩の線よりちょっと後ろくらいから縫い始めるのが、このつなぎ目のところが目立たなくていいかなと思います。バイアステープと身ごろが中表になるようにして合わせて縫い始めてください。最後バイアステープの終わりの部分はここが縫い始めでこんな感じで折られていると思うので、この上に重ねてあげて2センチくらいですかね。こんな感じになって終わったら、ここで今縫った部分の余計な部分はカットしておきます。そしたら一度身ごろを裏側を上にしておいて、この今縫ったバイアステープの縫い代をバイアステープの方に倒してアイロンをかけます。そしたら次にこの反対側の開いている方のバイアステープを 0.5 センチで折ってアイロンをかけます。こんな感じで綺麗にアイロンで折れたら、これを反対側の方にかぶせて、で表側からこんな感じでバイアステープと身ごろの際の身ごろ側ですねにピンを刺して、裏側のバイアステープと一緒に留めるようにしてぐるっと一周ピンで留めていきます。その後バイアステープをミシンでステッチで留めていきます。首周りにぐるっとバイアステープがつけられたら、縫った後に一度アイロンをかけておいてあげると綺麗になります。で、次に身ごろを中表に合わせて袖口のところを揃えます。で、袖下のカーブの部分を軽く揃えてあげて、ここに印をつけた下から13センチ、裾から13センチのところに印をつけたところにピンを刺しておいて、この袖口から今のこのピンの場所まで縫い代1センチで縫ってきます。
でここの部分では返し縫いをして終わりにしてください。でここで返し縫いをします。ミシンで縫ったら今のこの脇の直線のところだけでいいので、こんな感じで縫い代を開いてアイロンをかけます。でこの空き止まりのところから下も続けて縫い代1センチで折ってアイロンをかけておきます。一番下のところは1センチと1センチじゃなくて 1.2 センチくらいになるようにしてあげると、最後裾の部分が綺麗になります。ちょっとだけここに隙間が空く感じでアイロンをかけてあげてください。そしたらここの部分にミシンでステッチをかけます。ここから 0.5 センチくらいで縫ってきて、この空き止まりの 0.5 センチくらい上まで来たらここで返し縫いで、反対側もステッチで縫って留めます。はい、こんな感じになります。反対側も今と同じようにしておいてください。はい、では最後です。あとは裾と袖口の三つ折りの部分を折ってでステッチで留めていきます。裾の部分はこのまま3つに折ってミシンでかければいいんですけど、袖口のところはこの縫い代を一度開いてアイロンをかけて三つ折りにして縫ってあげると、ここの部分の生地の厚みが少し薄くなるのですっきりするかなと思います。最後裾にかけたステッチの部分もアイロンで整えたら完成です。ではちょっと着てみたいと思います。じゃん、こんな感じで完成になります。T シャツとはまた違う雰囲気なんですけど、シャツとも違って割とさらっとゆったりとした感じで着れるので、とっても楽でおすすめかなと思います。とっても簡単なので是非作ってみてください。では最後まで見ていただきありがとうございました。